この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。この癖を持っている人、はっきり言ってやばいです。上達したいなら、この癖をできるだけ直してください。ということで、こんにちは、斉藤直樹です。ごめんなさい、ちょっと圧強めで始まった今回の動画なんですが、プロ絵師として20年いろいろな人の絵を見ていると、ちょっとこの癖を持っている人は、なかなか上手くなりづらいんだよな、伸び悩むことが多いんだよなっていう人がいて、そういう人には必ずと言っていいほど、ある癖があるんですよ。で、その癖があるおかげで、それ以上成長ができず、成長が止まってしまって、結果絵が楽しくなくなってしまって、途中で絵を描くのをやめてしまう。そういう人がね、非常に多いんです。こういうことを言うと、いやいや、斉藤さん、絵ってさ、才能でしょ？上達できるかできないかは、その人が絵に向いてるか向いていないかじゃん。って思う人もいるかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。確かにね、トップオブトップ、プロの世界まで行けば、才能が重要になる世界もあるにはあるんですが、それとこれとはまた別です。絵が上達するかしないかは、才能なんて関係ありません。今回紹介する動画を見ていただければ、最近なんか絵が上手くならなくて嫌になってきたんだよな、つまんなくなっちゃったというお悩みを吹っ飛ばして、それだけでいいの？それなら私にもできるかも。やば、お絵描き楽しい。そんな風に変化していただけると思います。それでは早速行ってみましょう。本棚がいつもと違うのは引っ越しの作業をしてるからですね。ちょっと数回こんな感じになるかもしれません。正面から描く癖。まず最初にお伝えする上達しにくくなる癖。一つ目は顔を正面から描く癖です。はい。心当たりある人多いんじゃないでしょうか。こんな風にね、顔の当たりを描いて、十字を切って、顔の比率を整えて、で、目があって、鼻があって、口があって、この当たりの通りに顔を描いていくっていうやり方。確かにね、人体ってこういう比率でできてますよっていう、ある意味での正解の知識があると、その定規を使って間違わないように描いていけば、驚くほど変な絵にはなりづらいですし、描いていてね、安心感も持てると思うんですが、これだけやってるのは、ブブー。はい。間違いです。いや、練習の段階で一時だけ確認のためにやるのは全然ありですよ。でもね、だからといってこの描き方ばかりやっているのは、確かにね、顔の比率は合っているかもしれませんが、逆に言ったらもうそれだけ。正確ではあるけど面白みの全くない絵になりやすいんです。もうそれじゃあつまらないじゃないですか。いろいろな角度、いろいろな表情を描いてみる。ではどうすればいいのかっていうと、僕は何もね、正面の絵を描くなとは言ってません。正確な正面の絵は描いてもいいけど、下手でもいいからそれ以外の絵も描いてみた方が断然上手くなるし楽しいよということです。例えばこんな風にね、正面の絵を描いたら、その脇に角度違いの絵も描いてみましょう。角度を違えるっていうことは、要するに3次元的なものの見方をするっていうことになります。顔の角度、こっちを見たら目はどんな風に角度が変わって見えるかな。鼻の高さってこのぐらいかな。口の位置はこれで合ってるかな。そんな風に角度を違えるだけで視野が飛躍的に広がります。もちろんね、それまで描き慣れている角度ばかり描いていた人にとって、違う角度から描くことって、これはかなり頭を使う行為ですから、頭がめちゃくちゃ疲れます。多分最初は1個角度違いを描くだけでもヘトヘトになるかもしれません。でもね、それです。まさにそれ。その頭がヘトヘトになる感じが上達ってことなんですよ。最初はね、角度違いを1個だけしか描けないかもしれませんが、練習をしていくといろいろな角度から顔を描けるようになると思います。角度が違う分だけ使う頭、見方、捉え方が増えていきますから、その分だけぐんぐんと上達していくはずです。普段慣れているからついつい正面だけを描いてしまうという方は、ぜひこんな風にいろいろな角度で絵を描いてみてください。きっと新たな発見につながり、絵が飛躍的に上達すると思いますよ。最初に顔を完成させる癖。でね、顔を描きましょうって言った後でこんなこと言うのもあれなんですが、実は絵の上達のしにくさの原因の一つに、顔を描きたすぎ問題っていうのがあると思うんですよ。皆さんどこから描きますか？おそらく多くの人は、はい、顔ですって答えるんじゃないかと思います。でもね、これが大きな落とし穴。当然ね、顔は一番大事な要素ではあるんですが、顔が描きたすぎて、体を描く前に顔をガンガン描き込んじゃって、顔が仕上がった後に後付けで体を描いちゃっている人、かなり多いんじゃないかと思うんです。でもこれですね、残念ながら
ブブー。はい、これではあまり絵が上手くなりにくいと思います。いや、これ考えてみれば当然なんですよ。だってね、顔の表情って体のポーズと密接に関係しています。アクティブなポーズをしていればアクティブな表情をするのが自然ですし、逆におとなしいポーズをしていればキャラクターはおとなしい表情をするのが自然なんですよ。肩の上がり具合や首の伸ばし具合、縮め具合によってもそのポーズにふさわしい表情って微妙に変わってきます。でも最初に表情をがっつりと書き込んでしまったらどうでしょう。そのポージングにバッチリ合う自然な表情を後で調整するのが難しくなってしまうじゃないですか。もしかしたらね、これを聞いてギクってした人も多いかもしれませんが、そうなんです。なんか表情ぎこちないなーって感じている人は多分これが原因のことが多いんじゃないかと思うんですよね。全体を描いてから顔を仕上げる。さて、そんな時にどうすればいいのかというと、これね、結構簡単です。キャラクターを描く時には、顔の描き込みは最初このぐらいの当たり程度に留めておいて、具体的な描き込みを行う前に体を描いていってしまいます。で、大体もうこんな感じの体でいこっかなっていう絵の全体感、ポージングが決まった時点で、はい、改めて表情を詳細に描いていく。この順番で描いていってみてください。これで全てがうまくいきます。それだけ？いや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 。なわけないでしょ。そんなことだけで絵がうまく描けるわけないじゃん。バカにすんなよ、直樹。って思う人もいるかもしれませんが、まあね、そう思いますよね。でも、騙されたと思ってやってみてください。この順番で描くだけで驚くほど自然な、全体感のあるイラストが描けるようになっちゃうんですよ。実際僕はこの順番にしただけで、圧倒的にね、絵が描きやすくなりました。多分ね、ほとんど無意識にだと思うんですが、このポージングだったらこの表情はしないだろうな。こういう仕草だったらこういう表情が合うだろうな。っていうのを無意識的に脳みそが取捨選択してくれるんだと思うんですよ。体を描く前だとそれがうまくいかずに、どうしてもポージングが表情と合致せず、なんかぎこちない絵になってしまいがちだと思うんです。でもポーズを描いた後でなら表情を描く段階でその調整がしやすい、そういうことなんだと思います。なんか表情やポーズに違和感を感じることが多いなっていう人はぜひこの順番で描いてみてください。きっとあなたの実力をうまく引き出すことができるようになると思いますよ。絵に近づいて描く癖。はい。次はね、これ何度も言ってることなんですが、大事なことなので手軽にサクッと紹介します。デジタルでもアナログでもそうなんですが、こんな描き方をしてる人。はい、ブブー。こんな人は絶対にうまくなりません。はい。画面にかじりつくように顔を近づけながら描きすぎてる人ですね。いや、気持ちはわかりますよ。絵に集中するとどうしてもこう、グググググーって画面に近づいて描き込んじゃうのは、しょうがないっちゃしょうがないんですが、これだと絵の全体像が見渡せません。絵を見渡す回数が減ると、当然絵の全体感が整っていない絵になってしまいます。絵はね、実は細部よりも全体感の方が圧倒的に第一印象の良し悪しに関わります。だってね、絵を見る側は絵に近寄って見る人って、結構稀です。ほとんどの人は絵から離れて絵を見るんですよ。絵を描く人は絵に近づいて描く。絵を見る人は絵から離れて見る。この乖離が大きければ大きいほど、絵を描く側と絵を見る側のギャップが大きくなりますから、単純にね、絵を描く側が画面に近づけば近づくほど、絵を見る人の印象を操作するのが難しくなってしまうんですよね。どう思われるのかいまいち自信がない状態で作品を人に見せるのって、それって結構怖くないですか？たまに離れて見る。これを避けるにはもう単純です。定期的に紙から画面から離れて、その状態で作品を見てください。で、それだけじゃありません。何よりも大事なのが、その状態で感じた違和感をそのまま受け取ってください。ここがね、ここが大事です。よくね、画面から離れて見るんだけど、あれなんかちょっと変だなって思っても、いやいや、こんなに頑張って描いたんだから、細かく書き込んだんだから、変なわけないって、その時点で自分で自分を説得しちゃう人がいるんですけど、それをやっちゃうと、ブブー、元も子もありません。作品から離れて感じるその違和感は、その作品を初めて見た人の違和感です。いくらね、頑張って書き込んだとしても、離れて見た時に変だと思ったら、その絵はね、もう変なんです。
頑張りがどうとか、どれだけ苦労したとか、そんなことは他人にとってはもう関係ないんですよ。そう感じてしまったら、迷わずその違和感を修正しましょう。これね、それまで書き込みを頑張ったなら頑張った分だけ、それまでの頑張りを否定するような気分になるので、きつくはあるんですが、変なまま人前に出すよりは、全然マシだって思ってですね、心を鬼にして修正してみてください。精神的にはね、きついですけど、もしこれができたら、あなたの絵のレベルは飛躍的に向上するはずだと思います。体が直線的すぎる癖。はい。でね、これはさっき顔のことで、正面の顔だけを描く癖は直した方がいいよというお話をしたんですが、これってね、なんでみんな正面の顔を描きたがるのかっていうと、多分半分は人に文句を言われるのが嫌すぎて、真面目に正確に描こうとしすぎるためだと思うんですよ。でもそういう人って体の描き方にもそれが現れる傾向にあると思います。こんな風にポーズが直線的になりすぎちゃうっていう形でですね、確かにね、自然に見える人体の比率って大事ではあるので、大体の比率を頭の中に入れておくっていうのは有効な知識ではあるんですが、逆にそれだけで描いてもですね、やっぱり不自然ではあるんですよね。なぜかっていうと、人って絵を見るとき、キャラの絵を見るとき、自然な人体の比率で絵の良し悪しを測っているわけではなくて、あくまで印象として捉えているだけだからです。正確さだけではなく、印象も大事にしよう。じゃあどうすればいいのかっていうと、キャラクターを描くときには正確さだけではなくて印象を大事に描くことが重要です。具体的に言えば、体のしなり、腕のしなり、足のしなり、指のしなり、実際にはね、そんなに柔らかくしなることってないと思うんですが、正確さはある程度無視してでも表現として実際にはそうならないであろう体のしなりを絵に取り入れることはかなり有効です。キャラクターの動き、躍動感、柔らかさを描きたい時には特にそうですね、こういった正確さだけではない、あなたの印象を絵に落とし込むことができれば、あなたはよりあなたの気分まで人に伝えることができるようになります。これはちょっとね、ステップアップ編になってしまうかもしれないので、レベルの高い話ではあるんですが、取り入れることができれば一気にあなたの表現の幅が広がるはずだと思います。途中で放り出す癖。はい。で、最後に、これはもう何を置いてでも上達したいと願うなら、ぜひ直してほしい癖があります。それは、絵を途中で放り出してしまう癖ですね。よーし、今回はいい絵が描けそう。よーし、絵を描くぞ。って意気込んで絵を描き始めたはいいんだけど、途中でね、あれうまく描けるはずだって思ってスタートしたのに、なんか予想と違う感じになっちゃったな。まあいいか。最初からもう一回描き直そう。くしゃ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 、ぽーい。はい。これめっちゃ心当たりあるでしょ。だって僕もそうでしたから。でもこれはブブー。はい。上達しません。いや実際ありますよ。ある程度しょうがないっちゃしょうがないと思うんですが、でもこれをやりすぎると絵って上達しにくいんですよね。というかもっと言うとですね、この状態ってめちゃくちゃもったいないことしてると思います。例えるならね、険しい山を登って上達という泉の近くまでせっかく来たのに、パッと探してね、その泉が見つからないからといってね、その水を飲まずに山を降りるようなもったいなさです。いや、水飲んで帰れよって言いたくなります。これ当たり前の話なんですけど、上達って何なのか考えるとわかると思います。上達って平たく言えば、できないことができるようになることじゃないですか。つまり、今回はいい絵が描けそうって思った瞬間は、良いイメージが頭の中に浮かんでいるわけですよ。でもそのイメージを実際に形にする段階で、つまずいたわけだからちょっと苦しいのはわかるんですが、でもね、冷静に考えてみてください。今大事なのは、こうしたいっていうイメージやビジョンが、おぼろげながらでもあなたの頭の中にある状態だということです。だってそもそもそれがなかったら、今かけているもので満足しているはずです。でもあなたの理想が頭の中にあって、そこに到達できていないから気持ち悪さを感じている状態なわけですよね。これめちゃめちゃチャンスじゃないですか。だってそのギャップを埋めてあげるだけで、その差分がそっくりそのまま上達につながるってわけですよ。このチャンス捨てますか？いや、捨てないでしょ。良くなるまで書く。こうなった場合どうするのか。これはもうね、根性論に聞こえるかもしれませんが、あえて言います。良くなるまで書いてください。はい。それしかないです。ああでもない、こうでもない道に迷いながら、水源を探すように書き続けていると、突然ね、道が開けて、急に発見できる瞬間があるんですよ。水だーって。もうね、その瞬間を信じて、ひたすら絵をいじくり回してみるしかありません。はい。頑張ってください。で、ちょっとこれだけだと根性だけになってしまうので、さすがにね、いけませんね。一つヒントを示すなら、
そうですね。そのうまくいかないモヤモヤした状態で上手い人の絵をたくさん観察してみてください。もしかしたらね、この動画を見ている人は絵に興味がある人が多いですから、普段から色々な上手い人の絵を見ている方が多いとは思うんですが、でもね、普段のリラックスしている状態で見ている絵と、どうしたらいいんだって悩みながら見る絵とでは、受け取れる情報の質が全く違うんですよ。道に迷って困り果てた状態って言い換えると、あなたの抱えている絵の問題点がより明確化した状態とも言い換えることができると思います。その状態って認知の解像度が普段よりも数段上がっている状態なので、普段よりも格段に問題を解決するヒントにパッと気づける状態になってるんですよ。私の絵って色がくすんでるように見える気がする。どうすればいいんだろう。この人の絵、鮮やかな部分とそうでない部分の影の付け方を違えてる。鮮やかな部分にはあえて影をつけないようにしてるんだ。そっか、私の絵は鮮やかな部分もそうでない部分も同じ濃さで影をつけちゃってた。だからくすんでたんだ。これ使えるじゃん。これは一例ですけどね、そういうことに気づきやすくなるボーナスタイムが、実はさっき言ったこういう絵が描きたいでも描けないっていう、まさに迷っている時間なんですよ。その瞬間ね、めちゃくちゃ苦しいのはわかります。喉カラッカラの状態で山道を迷っているような状態なわけですからね。当然です。でもね、あなたは近くまで来ているはずなんです。上達という水がコンコンと湧き出す泉の近くまで確実に来ているはずなんです。その水、飲んでから下山しましょう。こんな険しい山道をここまで登ってきたあなたですから、絶対にたどり着けるはずです。もう一踏ん張り、良くなるまで書いてみましょう。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は上達の邪魔をする癖についてお伝えしましたが、じゃあ逆にうまく見える絵の特徴とか魅力的な構図って具体的にどういうのがあるのという疑問もあると思います。そんな人にはこちらの動画、すぐ使える絵がうまく見えちゃう構図教えますがおすすめです。多分見ただけでね、この構図使えるかも、ちょっとこれ書いてみたいなっていうね、魅力的な構図のヒントにしていただけるものばかりだと思うので、興味がある方はこちらもぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。早く荷物詰めなきゃ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。